はい、今回の作品は脇のところで袖ぐりの減らし目をすることなく2目ゴム編みにすることによって肩幅が狭くなっていきます。2目ゴム編みにして編んでいって、肩の部分は肩の引っ返しをしまして、襟の方は後ろ襟につながるように引き続き編んでいっています。はい、後ろ身ごろも脇のところから2目ゴム編みにしています。製図の説明をします。今回身幅は60センチです。半分で30センチ。まず2目ゴム編みを先に編みます。2センチ編みましたら目数を減らしまして、脇丈必要な段数まで編みます。前身ごろの場合、左右を編み分けまして、襟側を1目巻き増し目をして2目ゴム編みにしていきます。肩先まで来ましたら肩の引き返しをします。肩の引き返しが終わりましたら、引き続き後ろの襟になるように編み足していきます。左右同じようにしていきます。後ろ身ごろは肩先までは全く同じです。肩の引き返しを左右行って襟のところ、ここで終わりにします。裾のゴム編みですけれども、アイロンをしっかりかけた場合の2目ゴム編みゲージは10センチ33目で計算しています。身ごろから上の2目ゴム編みゲージは裏目が見えないような感じでアイロンで仕上げてます。こちらは10センチが48目になります。2目ゴム編みは60センチ×の 3.3 は198目。今回198目の作り目をします。198目の作り目は両端出来上がり表2目表2目になるように計算してあります。これは2を引いて4で割れる数にしますと、両端が表2目表2目の2目ゴム編みになるということになります。8段編みましたら、目数をメリヤスゲージに合わせるために減らします。減らした数を脇丈30センチ120段まで編みましたら、左右を編み分けます。襟ぐり側は巻き増し目をして1目多い目数で編んでいきます。袖ぐり丈22センチ88段まで2目ゴム編みを進めます。そこからは引き返しになっていきます。後ろ身ごろは肩先までは全く前身ごろと同じです。左右の引き返しをしまして、2目ゴム編みにタッピ返しをしてください。引き返しが終わりましたら、肩の部分と襟の部分を捨て編みをします。作り目をしていきます。1目おきに針を出しています。左から向き糸下編みます。段数計を0にしまして、ダイヤル7で8段編みました。左右とも端3目目4目目をタッピ返ししていくようにします。2目ゴム編みです。抜き糸の中に入れて8回タッピ返しします。
左側も3目目4目目をタッピ狩りします。抜き糸に入れまして8回。はい、すべて2目ゴム編みにしていってください。ここで捨て編みをします。はい、糸は切らずに休ませておいてください。はい、今半分で99、99で198目の2目ゴム編みを8段しまして捨て編みをしたところです。これから目を減らします。半分で21目を減らして78目にします。左右とも同じようにしていきます。減らす目数が21目ですので78目針を出したその中に21箇所、こちらも21箇所針を出してそこに来た時に2目一度にするというようにして減らしていきます。半分で21箇所、半分で21箇所、41箇所にこの針が出てます。この針のところに来た時に2目一度にするというバランスで目を減らしていきたいと思います。はい、ここが2目一度になるんですが、こういう時には、こっちから見てこのタッピ返した目がなくなるように表から見た時に仕上げていきたいと思いますので、こちらから見た裏目を先にかけてタッピ返した方を後でかけるような2目一度にしてください。また針のとこ来ましたので目を減らすところです。タッピ返したところはないのでこっちから見て裏2目をかけました。でここ2目一度ですね。で2目一度したところを少し針を出して後で目数の確認をするために出しておいてください。目を減らしていってかけました。そうしましたら段数計を0に戻しまして、2目一度のところは編みにくくなる場合がありますから、こうやって針を一番手前まで出してください。脇丈の必要な段数まで編み進んでいきます。はい、今脇のところまで編みましたら左右に編み分けて編んでいきます。今右の方に糸端がありますから左の方を捨て編みをして落として、であとここから右の方を編んでいきたいと思います。糸を休ませて捨て編みをしない方の針を出します。左の方を捨て編みをしたいので右の方は針を出してください。キャリージは引き返しにします。はい、ここから編むんですけれども、右側から編むとトラブルがあるかもしれませんからキャリージを一度引き抜いて左の方から捨て編みをしていきます。
左から半分は必要じゃない針収めてください。キャリー位置引き返しを平編みに戻して糸も戻してください。ここで段数計を一応0に戻してください。1段編みましたら1目増やし目をします。襟側をですね。1目足して巻き増し目ぐるっと巻きます。1目巻き増し目をしまして10段編みました。でここで2目ゴム編みを全部していくんですけども、端から3目目4目目というふうにして2目ゴム編みを編んでいきます。タッピ返しを10段やってください。はい、はしごが2、4、6刃の10本あるようにしてタッピ返しをしていってください。肩まで来ました。ここから肩の引き返しと引き続きまた引き返しが終わったら襟も編んでいきます。引き返しは12段ですので2段ごとで6箇所になります。6666777で45目になるように合わせています。タッピを返すところに掛け目が来ないようにこの数666というところも若干調整をしていきながらやっていきたいと思います。キャレージがある側は引き返しを始めることはできませんので1段編んでから引き返しにしていきます。はい、キャレージを引き返しレバーにしてください。はい、まず246個出しまして、この最後の6番目の目に掛け目が来ないような位置に針を出してここに掛け目ができてもタッピ返すことがないので大丈夫です。でまた6本出しましたらここのところに掛け目が来ますとタッピ返しをするときにその掛け目を見失ったりすることありますので、これは5本針を出したということにして次回7本出すようにして調整します。でタッピ返しをしないで済むところに掛け目を作ります。今度は7つ先ほど1本足りない分を調整しまして7本ここに掛け目がきますので大丈夫ですね。でまた6本、はい、ここも6本しますとタッピで返すところに掛け目が来てしまいますので、ここは6のところを5にして2、4、6、7ではなくってこの分を足して8本出しますね。ですので今出てる針は四六24足す7で掛け目もタッピを返したところにかかりませんね。ここもタッピで返すと。肩の引き返し終わったところで、ここ1段段消しをしといた方が肩を拾う時に目を落とさないで済みますので1段編んでいきたいと思います。
出てる針が1段だけ編めるような設定にしていきます。キャリージ、ここは見たいのでキャリージを右に移動します。1段分編める量で新しく糸を入れて、ここだけを編みます。はい、出てる針だけを1段編みたい場合は進行方向滑り目にしまして、この引き返しレバーを平編みに戻してください。はい、これで1段編みます。糸がここにあって、ここからここまでが編めました。これはもう糸いりませんので、ここで切って、ここタッピで返してないところをタッピで返していきます。タッピ返しするところに掛け目がこう来てる場合ですね、段消しをした最後のとこだったんですけど、この掛け目を手前ちょっと取って隣にかけといてください。タッピ返しをして戻してかけといたこの目を戻します。はい、そしてほどきました最後の段消しの糸をこうやって編んでください。はい、タッピ返しをしましたけれども、襟は引き続き、必要な段数編んでいきたいと思うので、肩の方が襟を編むのに邪魔ですので、ここを捨て編みします。はい、滑り目にしてキャリージを右の方に移動したいです。針が少しでも出てると目を落ちますので気をつけてください。戻して引き返しレバーにしまして、捨て編みをするところ以外は針を出してください。ここを捨て編みをしたいです。はい、不要になった針は奥まで押し込んでください。はい、こちらは捨て編みしましたので、ここからここまでを必要な段数編んでタッピ返しをして終わりたいと思います。はい、糸口に糸を戻しまして平編みにしてください。はい、そしたらここですね、24段編んでタッピ返しをして終わりにしたいです。はい、襟編み進みました。ここで捨て編みをして終わります。中心から左の方の前身ごろを拾いました。キャリージ左から入りまして、1段編んだらここ巻き増し目をして右と同じようにタッピ返しを肩先までやっていきます。右側1つ、巻き増しにしまして、右側と左右対称にタッピ返しますので、端から3番目4番目をタッピ返しして2目5番目にしていきます。はい、そうしますとこちらは4目目からのタッピ返しになります。はい、片側の肩まで来ました。ここから引き返しが始まってきます。キャリージが今まだ左ですので、1段編んでから針を出していくようにします。引き返しにしてください。この掛け目ができるところはタッピで返せないところにしてください。6本出すとここにタッピで返したところを掛け目することになりますから、1つ加減します。さっき加減したのを2、4、6、7つにしてタッピで返せるところになりますね。
したところに掛け目がきますので、やはりこれもちょっと加減します。本当は7つ出すんですけども、2、4、6、7つ出すところなんですけど、1つ多めに。ここまでをまず段消しをして1段編みで、ここタッピ返してないところをタッピ返しますね。この出てる針を1段編みます。そのためには滑り目をして平編みにしておきましょう。それでこの分だけが編まれるということになります。ここまで編まれてます。ここにちょうどタッピで返さなきゃいけないところがあるんですけども、その場合は1段ほど置きまして、この掛け目ですね、掛け目だけをちょっとお隣で確保しておいて、隣でもですね、どっかに確保しておいていただいて、繰り返して置いといたこの掛け目をここに乗せて、それで1段ほど置いた分編んでください。これで肩のタッピ返しも全部済みましたので、肩のこの部分は捨て編みをしたいと思います。捨て編みをするところは針を出さないで、捨て編みをしたくないところは針を出してます。キャリージは引き返しレバーにしてください。はい、こちら肩の部分は捨て編みをしました。はい、引き続き半分の後ろ襟ぐり分を編んでタッピ返しをして捨て編みをして終わります。キャリージは平編みに戻して、この流れでタッピ返しをして捨て編みをして終わってください。